皆様こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。エンジェルフォーチュンオラクルのルシです。ご視聴いただきありがとうございます。見ていただいたこの瞬間がタイミングになっております。このチャンネルでは当たる占いというよりもアバンダンス実践占いをコンセプトにしております。より、豊かな、未来、幸せな未来を作っていく上での、日常生活に必要なアドバイスやご神託、いい宇宙の流れに乗っていくためのアドバイスやご神託、そういったものをお届けしていく、そういうチャンネルになっております。気に入っていただけましたらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。本日は7月の宇宙の流れについて見ていきたいと思います。はじめにですね、全員の皆様に関係する宇宙の流れを、見ていきます。そしてその後にですね、選択式でですね選んでいただいたものを見ていただくようになっております。その2つのですね、まずはじめに全体の流れ、そしてその後選んでいただいたもの、その2つを組み合わせることでですね、見ていただいた方、個人個人のですねより深い、アドバイス、ご神託をいただけるのではないかなと思います。ではまずはじめにですね、全体的な、7月の宇宙の流れを見ていきたいと思います。はい、7月っていう月がですね、どんな流れになっているのかを見ていきたいと思います。はい、はい、では見ていきたいと思います。はい、なるほど。ちょっと見てみましょう。はい、はい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 、なるほど。そうですね。はい、ですね、7月全体的にですね、行動というかですね、動く、そういうような感じがキーワードになってきます。冒険ではないんですけれども、冒険ではないんですけど、冒険というかですね、何かに熱中する、全体的なですね、宇宙の流れとしては何かに熱中する、そういったきっかけを与えてくれる、そういった流れがあるようです。ただ人によってはですね、ちょっと動けなかったりとか、動くことに自信がなかったり、する方もいらっしゃったりする。なかなか動き出せなかったりする人もいるかもしれませんけれども、基本的には、いい方向に向かって、熱中したりとか、クリエイティブっていう面でもとにかく、何か集中できる、そういったもののきっかけを、宇宙の流れ的にですね与えてくれている、そういう月になるようです。で、熱中するものがちょっとなかったりとか、自信を持ってなかったりとか、そういうような方なんかはですね、なんて言ったらいいかな、公共の中に学びがある、集団の中に学びがあったり、集団で行動するとか、よくあったりとか、そういうことがあります。一人で何でもするっていうことではなくて、組織とか集団とか、そういったものをですね、学校とかチームでも仲間でも何でもいいんですけど、そういうものに、所属してその中で行動する、動く、そういうことでも全然いいんじゃないかなというふうに思います。どちらかというと一人でやるよりも、
そういった、チームとか、社会の中でとかいうかな、構成の中でというか、そういうような、力を、7月持っている、そんな感じです。こっちか、すみません、こっちでした。はい。はいはいはい。なるほど。そうですね、やっぱり、結構目標に向かってとか、夢に向かってとか、頑張っていこうっていう気持ちの高まりみたいなものが社会全体の中で感じられるですね。で、人間関係っていうところですね、人と人とのつながりの大切さみたいなことも本当に気づいているっていうか、考えていくっていうか、それは7月のエネルギーにすごく強く感じられます。で、そうですね、情熱を持ってやっぱコツコツとやること、自分の、感情的にやっぱり高まってる感じがありますので、そこら辺大事にしていただいて、はい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 、そうですね。無意識のレベルのところでも人と分かち合いたいとか分かち合うこととか、そういうものの力が、強く出てますので、何かを人と共有したり共感したり分かち合ったり、する、楽しむ、そういうのが、やっぱ7月全体的な、流れの、エネルギーになっている感じですね。新しいものの一歩を踏み出す感じもあるけれども、そうですね、この先どんなことが訪れてくるのか、今まで予想してなかったような世界が訪れるかもしれないっていうワクワク感だったり期待だったりとかですね、なんだろう、この先っていうのは確実に決まっているもの、分かっていることっていうことがないので、なんだろう、期待みたいなものを持っている気持ちと、なんだろうな、そっちを大切にしていければいいんですけれども、それをちょっと疑ってしまったりとか、本当にどうなんだろうとか、ちょっとなんだろう、現実逃避的な感覚に陥っちゃうような、時もあったりとかっていう人も流れによってはあるかもしれないですけれども、基本的にはそのなんだろう、先が決まってないからこそのワクワク感とか、そういったものですね、が奥底に感じられる、な感じがします。はいはいはい、あ、いいですね。頑張って戦っていくっていうか、やっていけば勢いもありますし、そうですね、情熱もありますし、頑張ってやっていければ思ったようにいけるような、そんな月にもなってくるかなと思います。はいはい、あ、はいはい、はい、そうですね、多分それでも先行きが不安だから、例えばしっかり貯金しようとか、お金は無駄遣いしないようにしよう、がっちりとしっかり固めていこう、そうですね、お金についてはあまり無駄に使わないようにしようみたいな流れがちょっとあるかな、絶対的にあるかなって感じがしますね。希望は幸せな日常、
やっぱり楽しい幸せな、豊かである生活を送りたいっていうのが、多分希望、皆さんの希望だと思いますのでね、世界が平和であってとかそういうことが希望なんだなっていう、ことを感じますので、それを思って、いらっしゃって、でもなかなかそれができてないよ、やっぱこんなんだよっていうところを感じている、そういうのがやっぱり宇宙の流れにも反映していて、でもその中で、情熱とか自信ですね、自分に自信を持ったりとか勇気を振り絞って物事が、できるかどうか、それがこの流れ、4月の流れをうまく乗っていけるかどうかっていうのの、分かれ目というかですね、そういうところにあるのかなというふうに感じます。はい、そうですね、やっぱり恐れずにですね、進んでいく、やってみる、自分が思った方の道を進んでいくっていうことですね。そちらがとても大切になりますし、みんなが豊かになること、みんなが幸せになること、みんなが、幸福に感じることのためには、いろんなこと考えていく、お金の使い方にしても、お金の使い方だったら家族の幸せとか家族のためになることとか、そういうことには使っていけばいいと思うし、またその他のいろんなスキルであったりとか、そうですね、一人の自分だけの繁栄とか自分だけの豊かさじゃなくて、こうやっぱり社会全体の豊かさとかそういうのを考えられるような感じで行動されていくと、この7月の流れ全体のいい流れの方に乗っていける、そんな感じがします。さっきちょっとシャッフルしている時に出てきたカードっていうのが、ソードの、4っていうのが出てきちゃったので、ちょっとそれ横に置いといたんですけれども、そうですね、多分これ今まで休息しているような感じだった人たちは、徐々に動き出す感じっていうのもあるし、1ヶ月っていうので見てますので、情熱を持って自信を持って、進んでいった方がいいですよってお話はしていますけれども、休息が必要な時には、休息を取ったりですね、静かに準備する、人によって物によっては静かに準備するっていうようなキーワードを感じるようなのがポロッと出てきましたので、ちょっとそこにピンとくる方がいらっしゃいましたら、何かそこを感じ取った方へのメッセージかなというふうに受け取っていただければいいかなと思います。はい、7月全体のですね、宇宙の流れを簡単に見てみました。そうですね、全員の人に向けてますので、本当に自分に思い当たるところとか感じるところ、そういったところを参考にしていただければいいかなと思います。で、今からですね、選択式でですね選んでいただきます。そちらを、今から見ていただきますので、選んでいただいて、自分の選んだものを、アドバイス、ご信託参考にしていただければいいなと思います。はい、それでは今からですね、7月1ヶ月間のあなたの、運勢の流れですね、それに対しての、ご信託アドバイスをいただくカードを見ていきます。こちらからレモンクォーツ、ローズクォーツ、アメジストになっております。石で選んでいただいてもいいですし、パッとカード見てですね選んでいただいても大丈夫です。複数選ばれても大丈夫です。その時は、選ばれたものすべて見ていただいて、そこの中からですね自分にとってのアドバイスやご信託を、感じ取っていただければいいです。はい、それでは少しの間このままにしておきますので選んでみてください。また選びきれなかった場合はですね、一時停止ボタンを、押してですね選んでいただければと思います。概要欄の方にですねそれぞれの始まる時間、載せておきますので参考にしてください。
はい、それではレモンクォーツを選ばれた方、見ていきたいと思います。はい、7月どんな流れになっているのか。はい、では7月ですね、どんな感じなのかレモンクォーツさん見ていきたいと思います。はい、7月の基本ですね、ポイントになる大きなですね、ポイントになるところですけれども、そうですね、不平等さにちょっと悩まされる時、平等不平等っていうものに対してちょっと敏感になる、そういった、月になるかなと思います。はい、ですので、振り回されたりですね、人にちょっと振り回されたり、意見されたりすることで自分の思ってたことの平等感とかですね、正しいって思う方向っていうものからちょっと揺らいじゃったりとかねしてしまうような、ところがあったりする、そういうところにですね、なのでその言ったいつでも公平平等みたいなところの心がけるっていうことが、7月のポイントになってくるようです。はい。さらに見ていきます。どっか角から外れちゃってるかな。なんとなく入っていますかね。はい。そうですね。割とやっぱり、頑張れる、いけてるなって思う。いろんな物事に対して積極的に、やっていく、そういうエネルギーが、高まっている感じがします。そういう流れに乗っていける、そういう感じです。このレモンクォーツを選ばれた方。とてもいい感じでうまくやっている、そういう気持ち気分にもなってきますし、気持ち的には本当に、いい感じに回っているな、うまい感じで進んでいるなという気分にもさせてくれる、そんな感じの月になりそうですね。なのでさっき不平等感とか平等さとかそういうところにちょっとテーマを置いて、そういうところとか気をつけられるといいですよというお話をしましたけれども、気持ちとか実際の行動としてはちょっとそういうところには悩むけれども、意外にうまく物事が進む感じですね。はい。そうですね、今までちょっとなかなか動きがうまくいかなかったりとか、思うようにいかなかったっていうような方もですね、とても楽しい、次の日、未来とかですね、楽しい日に向かって頑張っていくとかっていう気持ちが出てくるとですね、とてもいい流れになってくる感じです。なのでキーワードとして、不平等感に悩まされるというか、平等であることとか選ぶこととかっていうところをきちんとさえできていれば、とてもいい1ヶ月が過ごせそうです。そうですね、ちょっと、その先になんだろうな、エネルギーの爆発、そんなところはちょっとあるのかもしれないですけども、
変わっていくこととかに怖がらないことが大切かもしれないですね。何か、エネルギー的なものだったりとか、自分の実際に環境だったりとか、どういった形でにしても何か変化みたいなものが訪れてくる時に、怖がらないことっていうこと、大切にしていかれるとですね、とてもいい感じに、なっていくようです。何か2つ、のこと、さっきは平等っていうような形で言いました。選ぶっていうこと、2つから選ぶ場合、それから、平等感、選ぶ場合もあれば、もしかしたら2つのものをうまく1つにしたり、間を取ったりとか、そういうことも含んでくる感じですね。ちょっとこっちのカードを、見てみたらば、そういうところもありますので、そういう2つのことを1つにしたり、2つのうちから1つ選んだりとかって、そういうポイントが、出てきます。そこをうまくですね、考えてやっていかれるとですね、とてもいい結果が出てくるようですので、その何か選択をすることだったり、2つを1つにしたり、うまい、みんなの意見をまとめたりとかですね、その中から意見から選んだりとか、そういう風なところですね。そういったもののところの1ヶ月のうちで何かあった時には、今日の、メッセージを思い出していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。レモンクォーツを選ばれた皆様のカードを見てみました。いかがだったでしょうか。参考になったり、ポイントになるところ、そういったところが伝わればいいなと思っております。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。では次にローズクォーツを選ばれた方のカードを見ていきたいと思います。ローズクォーツのですね、カードを選ばれた方、7月はどんな感じの流れになっているでしょうか。なるほど。なるほど。人間関係もしくは、恋愛関係というふうに考えていただいてもいいです。恋愛や人間関係ですね。対人。そういったものについてが、大きな、流れ、キーワードになる、そんな月になる感じですね。そういった人間関係や恋愛においての相手との関係、お相手様との関係、そういったものをですね、今一度ですね、考え直すっていうのはそういう意味じゃなくてですね、より良いものにしていくためにはどういうふうに、していったり、どういうふうな感じで、今後付き合っていったらいいのかっていうことをですね、深く考えてみられるともっといいものになっていくのかな。過去、現在、未来ですね。どういったところ、その相手になる方、対人、人間関係とかでもこの人とかみんなとかですね、そういうところですね。過去、現在、未来、そういったもの全てにおいてですね、ちょっと考えてみる、見つめてみるっていうことが、7月ポイントになってくるようです。さらに見ていきます。そうですね、より良い、
人間関係だったりですね、自分というものとかのこと考えてもらってもいいんですけれどもですね、人間関係なかなかうまくいってないな、思うような、いい関係が作れていないなっていうふうに心で思っている方はですね、より改めてですね、考えてみるとですね、解決策っていうのが自分の中でっていうかな、ポッと思い浮かんだりとかですね、あとは、何かのきっかけ、何かの言葉とかそういうものから見出せる場合もあるにしてもですね、解決策っていうものが見つけられる。あとあまりですね、固執したりこだわりすぎたりとかですね、今までの考え方とかですよね、今までのやり方、今までの、そういう自分と相手の方との、関係性とかっていうものもですね、こだわりすぎたり今のままでみたいな感じとか、そういうところにこだわっちゃったりとか、そういうことをねなさらない方がもしかしたらうまくいくっていう感じがします。はい、さらに見ていきます。はい。そうですね、今までと違うような考え方や、自分だけの、考え方じゃなくて相手の気持ちに立ってみたりとか、例えば相手がどう思っているのかっていうことを知っていくことで、より関係が築けていく、そういう7月になってくるんじゃないかなと思います。はい。はい。さらに見ていきます。はい。反対になっちゃった。とてもいい感じですね。ローズクォーツのカードを選ばれた方、ですね、7月とてもですね、いい結果、望んでいるような結果、そういうものが得られてきますね。とてもいいですね。はい、自分自身はちょっと不安に思ったりとか、それからちょっとナーバスになってみたりとかあるかもしれませんけれども、月の満ち欠けのように、いろんなことですよね、うまくいったりとか、ちょっとその人間関係でうまくいかない時もあったりとか、そういうこともあっても月の満ち欠けのようにですね、そういうのって起こるんだなくらいの感じで思っていかれると、意外に思ってるほどの悩みでなくいきますね。あなたが思っているお相手様、人間関係とかですね、会社とか例えば組織とかそういうところでの人間関係っていうのだともうちょっと1対何人になっている、そういう方もいらっしゃると思います。で、恋愛だったら、自分とお相手とっていう感じだったりするかもしれません。そこは人間関係、自分が思い当たるところを考えていただけるといいと思います。そうですね。相手側の人たちは結構ですね、うまくやっていきたい、うまくやっていこうっていう感じであなたのことを見ていらっしゃいますので、あまり、ナーバスになったりとか、時にちょっと失敗してしまったりとか、なんかうまくいけなかったなって思うような時があったとしても、あまり心配するようなものではないです。7月、いい、結果、良かったな、うまくいったな、幸せだったな、楽しかったなって、そういうような、7月を送れる、それローズクォーツさんを選ばれた皆さんはそんな7月を送れるのではないかなと思います。とてもいい、流れになっているのではないかなと思いますので、この流れ大切にしていただければ、よろしいかなと思います。
こまで6つコーツを選ばれた皆様のカードを見ていきましたが、いかがだったでしょうか。何か参考になったりアドバイスになったりすることがあれば嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でもお会いしましょう。それではごきげんよう。それではアメジストを選ばれた皆様見ていきたいと思います。アメジストの、選ばれた皆様の7月はどんな感じの運勢になっているのか、流れになっているのかですね。宇宙の流れ、どんなところ行かれるのか見ていきたいと思います。これがはい、おおなるほど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 。はい、そうですね。そうですね。物事について未来を、そうですね。未来を見据えてですね、考えてみる。そういったところの大切さ、ポイントになってくるかなと思います。はい、恋愛運っていうものの高まっていく7月になっていきますので、恋愛運について知りたい方ですね、そういった方もですね、未来を考える、自分どういう風な、お付き合いをしたいのか、どういう方と、お付き合いをしたいのか、もしくは今いる方とですね、どういう風な、将来設計、未来を、見ているのか、そういうところをですね、はい、そういうところをですね、しっかりと見据えていくと、はい、いい、はい、いい未来が作っていける、そういう7月になるのではないかなと思います。はい、さらに見ていきます。はい。ますそうですね。はい、そうですね。はい、いいですね。とてもいい未来を思い描いて、いろんな自分の持っている力をうまく使っていくことですね。いい流れになっていく。自分の持っている、いろんな力って言っても、自分の才能だったりとかできることっていう形ですよね。いろんな方法があると思います。それぞれの、できる方法、できる、やり方を持ってですね、その未来に向かって進んでいくぞという気持ちですね。をしっかり持っていかれるとですね、思い描いている道の方向に進んでいく、そういう流れになっていくのかなと感じます。で、さらに、はい、そうですね。勢いというか力とかですね、パワフルさ、情熱さ、エネルギーの高まり、そういったものを感じられますので、とてもいい感じがします。恋愛ではもちろん、先は恋愛のこと
って言いましたけど、もちろん人間関係、対人関係とかも含めて考えていただいてもいいですし、自分のですね、人間関係で関係なくても自分っていうものの、未来将来ですね、これからどうしたいか、どうなりたいかっていうこととかですね、そういうところを、考えて踏まえてですね、行動をされたり、考えたりしていかれるとですね、エネルギーが湧いてきたりですね、頑張る力が出てきたりとか、すると思います。とてもいいですね。はい、さらに見ていきます。はい、いいですね。はい、とても心豊かな7月、過ごせそうですね。そうですね、物事もうまく考えて、自分の感情っていうものもうまく制御しながらですよね、進んでいける、そういうところポイントになってくるかなと思います。基本的には、とても、頑張ったな、やったな、一生懸命、思ったようにやってみたらうまくいったなって思えるような、ちょっと時間を感じられるような、そういった流れに乗っていらっしゃいますので、とてもいい流れに乗っていけると思います。時にですね、ちょっとその波に乗れてないなって思う方は、浄化ですね、されるといいと思います。水の浄化されるといいと思います。そうですね。あとは活発で、やる気に満ちて、とてもエネルギッシュですので、だからこそ、静かな時間、落ち着いた時間ですね、一人の時間みたいなものを設けて、ゆっくりするリラックスタイムなんかをですね、設けていただくとより、一層ですね、その活力とかですね、頑張る力、エネルギーが湧いてくる。そういうような流れになっていると思います。とてもいい流れですね。はい。はい。とてもいい、7月になりそうですので、ぜひこの流れに乗ってですね、とても、いい7月過ごせたなと思っていただけると嬉しいです。はい、アメジストを選ばれた皆様のカードを見てみましたが、いかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。